こんにちは、コッパです。今回はファミコンのメンテナンスとして基板上のすべての電解コンデンサを取り外し新品に交換します。40年以上経過した古いコンデンサがどの程度劣化しているのかテスターを使って確認します。それでは始めましょう。まず電源周りの大きなコンデンサです。電源周りのコンデンサがダメになるとこの基板の多くの部品に悪い影響を与えます。障害が出た時に最初にチェックする部分です。後期型ファミコンではこのコンデンサは金属ケースの中にあるのですが、ギリギリですがなんとか金属ケースを外さずにコンデンサを交換できます。ピンセットで裏から引っ張りながら引き抜きます。今回から新兵器が投入されました。マイ、ブーブー。日曜大工で作っていた大きな作業台が完成して、ようやく修理道具を段ボールから出すことができました。もちろんこれもジャンク品で手に入れたのですが、さすが白光さんの商品です。古いハンダ吸い取り機なのに、パッキンなどのゴム類の交換部品が未だに売っていました。パッキンを全部変えたら新品の吸引力に戻りましたよ。素敵です。1000マイクロファラド、6.3 ボルトです。どれぐらい劣化してますかね。容量は規定値が1000マイクロファラド、測定値が939マイクロファラドですから、マイナス 6.1%。少し減ってますがまずまずですね。V ロスが 2.2% は少し劣化が進んでます。ESR が 0.28 オーム、これも劣化し始めています。耐圧 10V のコンデンサを使います。このコンデンサは金属ケースにギリギリに収まっているので、小さいサイズじゃないと金属ケースを外さないと取り付けられません。とんでもなくめんどくさいことになるので、なるべく耐圧 6.3V に近いものを選んでください。すべてのコンデンサを交換するのはもったいないかな。劣化してるものだけでいっかなと考えていましたが、このファミコンのコンデンサの耐用年数と自分の年齢を比べてみると、なるほどね。今回、コンデンサを全部交換すると、このファミコンって私より長く生き続けますよね。ファミコンの寿命を心配してる場合ではありませんよ。心配されるのはこちらの方です。ということでもったいない気持ちは吹き飛びました。このファミコンのコンデンサ交換は私は最後になるでしょうが、次は誰かに変えてもらって生き続けることができればいいですね。次にその隣のコンデンサ、行ってみましょうか。これも電源のコンデンサになります。こっちはスペースが大きいのでやりやすそうです。規定値は 16V、47マイクロファラド。容量はプラス 11.1%。ESR は 1.6 オームで大きく見えますが、耐圧 16V、47マイクロファラドの標準的なアルミ電解コンデンサの正常な ESR 値は、おおむね 1.5 オームから 2.5 オーム程度とされています。1.6 オームなら問題ないですね。3端子レギュレータのヒートシンクの隣にあるコンデンサですが、過酷な環境なのに頑張ってます。
まだ使えそうですが、40年頑張ってもらえば十分ですよ。交換しましょう。電解コンデンサの交換は電極の向きにご注意ください。白いマークがついている方がマイナスです。足の短い方、コンデンサにマークがついている方をマイナスに入れてください。電圧の確認をします。DC アダプタは OK。電源が入ってましたね。電圧効果で 11.1V まで下がってます。いいでしょう。電源のチェックポイントはこの3端子レギュレータの両端がいいですね。3端子レギュレータで正常に 5V まで下げられました。OK です。大きな基板まで 5V が出てますね。ここまででいいでしょう。次はリセットスイッチの隣のコンデンサです。このコンデンサはリセットスイッチに直結されていて、シャタリングの防止と電源投入時の起動遅延の働きをします。思いっきり見切れてますが、取れました。シャタリングというのはスイッチの機械的な接点ブレのことで、人間がリセットボタンを1回、カチッ、通したつもりでも、内部の金属接点はミクロな視点で見ると数ミリ秒の間、非常に高速で、くっついたり離れたりを繰り返してバウンドしています。このコンデンサがないとリセットボタンを高速で連打しているようなものです。規定値が 0.47 マイクロファラド、50V です。測定値が 488.4 ナノファラド、V ロスが 0.4%。容量は規定値に対してプラス 3.9% ですから特に問題ないですね。この小さな容量の電解コンデンサ、低い耐圧のものがなかなか手に入りません。少し大きいですが 250V を使います。スペースにかなり余裕があるので問題なしです。シャタリングが発生するとゲームの起動タイミングがずれて、いろいろな不具合が発生します。プレイ中に突然リセットがかかる、画面が乱れる、起動しない、バッテリーバックアップのソフトのセーブデータがよく消える。そんな症状が出た場合はここを確認してみてください。この仕組みは他のゲーム機でもよく見かけますね。リセットボタンが機械式のスイッチの場合、同じ仕組みですので応用範囲が広いです。次はここですね。音声回路を調べた時に出てきたコンデンサです。せっかくなので音響用のコンデンサに交換して音質の変化を楽しみましょう。取り外しているコンデンサの上に何かついていますが、これはまた別の機会にやります。見なかったことにしていただけたら幸いです。AV 化して音声が出ない場合はこのコンデンサが怪しいです。音声処理の詳しいチェックポイントについては前の動画を参考にしてください。
50V 1マイクロファラドです。980.5 ナノファラド、V ロスが 0.7%、ESR が 5.9 オーム。ESR が 5.9 オームという数値は一見すると高く感じるかもしれませんが、1マイクロファラドという小容量のコンデンサとしては正常な数値です。ここも問題ありませんね。音響用のコンデンサに交換した前後で音の違いを確認しましょう。コンデンサは東進工業のこれを使いました。いかがだったでしょうか。私の衰えた耳でもさすがにこの音の違いは分かりました。どうせピコピコ音だからとめんどくさがってそのままでしたが、皆さんがここを変えるのも納得です。この先は RF 出力する場合に使われるコンデンサなので、AV 化でコンポジット出力されているなら交換は不要です。まず音声側のコンデンサです。AV 化したコンポジット出力では正常に音声が出るのに、RF 出力だと音声がおかしい場合はこのコンデンサを確認してください。50V 1マイクロファラドです。ここも特に問題はありませんね。排熱板の中なのでもっと劣化している予定でしたが、動画的にしょんぼりでした。違いのわかる方はここも音響用を入れてみてはいかがでしょうか。私は普段ファミコンはコンポジット出力で使っているので、液漏れしない程度にほどほどのを入れておきます。
次は RF 出力の映像側です。ここも同じようにコンポジット出力では映像が出るのに、RF 出力では映像が乱れるとき、このコンデンサを調べてください。16V、10マイクロファラドです。ここも実用上十分な正常範囲内です。ここは金属ケースのかなり内側になるので大きなコンデンサは難しいですね。耐圧が 16V 以上の低いものにしましょう。最後に起動テストをします。いいですね。本体のコンデンサ交換はこれで完了です。ついでにグリスも変えておきましょう。シリコングリスが砂になってます。8ビットマシンなので CPU や PPU の発熱が少ないのもあるでしょうが、一番熱の出る部分を AC アダプタで外出しにしているので、排熱ファンがなくてもこれだけ長持ちするんでしょうね。設計がしっかりしてます。もっと新しいゲーム機でもよく液漏れするのがありますが、たくさんファミコンを見ましたがほとんど液漏れしたのに出会いません。いいコンデンサなんでしょうか。もちろん個体によって劣化具合は全く違ったものになりますが、このファミコンは電源の一番大きなコンデンサ以外はまだ使えそうな感じでした。40年ものにしては優秀ですね。取り外したコンデンサは説明欄に載せています。交換を考えている方は参考にしてください。あと2つ交換するコンデンサがありますが、動画が長くなってしまったので残りは次回にします。チャンネル登録や高評価、コメントなどで応援していただけると大変嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。